はい、皆さん、こんにちは。まーさんでございます。すっかり秋らしくなってきました。今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まーさんはですね、この秋の訪れとともに、また新しい車を買ってしまいました。ごめんなさい。今日はね、この新しい車、ダイハツコペンですね。これを紹介していこうと思います。はい、ダイハツコペン買いました。嬉しい。2006年式、走行距離がですね、なんと21万キロだったかなっていう車両なんですが、これね、価格が、オール込み込み乗り出し価格で29万8000円だったんですけど、これですね、この車両を買った時点でのグーカーセンサーに乗ってたコペンで一番安かったんですよね。ですから、日本一安いコペンを買ったということになります。日本一安いコペン、どこがどうなっているのか、じっくりとね、紹介していこうと思います。はい、コペンといえばね、軽のオープンカー、もう誰でも知ってますね。こんな格好をしてまして、非常に丸っこくて可愛い格好をしております。エンジンは前の方に積んでありまして、4気筒のターボエンジンっていうね、軽自動車としてはなかなか贅沢なエンジンを積んでます。そして前輪を駆動する FF の車ということですね。コペンの全幅は軽自動車枠いっぱいの 1475mm です。でもこの 1475mm ってちょっと想像しにくいですよね。そんな時はですね、弊社マーサンガレージ株式会社の優秀なスタッフでありますルナちゃん、ルナちゃんの身長がぴったり 1475mm です。ですからこのコペンの全幅どれぐらいだったかなと思う人はですね、その辺をうろうろ歩いているルナちゃんを捕まえたら犯罪になりますので、ちょっとお願いしてですね、ちょっとここへ寝ていただくと、はい、どうぞ。はい、このようにぴったり同じ全幅でございます。このコペンの一番の特徴といえば何といってもこのトップですね。こういうハードトップでありながら電動でフルオープンになるという軽自動車とは思えない豪華な装備がついています。これをね、今から開けてみようと思います。手順としてはですね、まずここ屋根の両端にロックがあります。これを外していきます。こうやって外す。こちらも同じようにして外す。それからキーをオンの位置にします。もしくはエンジンがかかっている状態ですね。そしてあとはここにスイッチがあります。このスイッチを上へ引っ張り上げる。あとは待ってるだけです。ホイールは、15インチで16555というタイヤを履いてます。まあ、軽自動車でね、15インチですから、なかなかまあ、スポーティーと言うべきでしょうか。フロントはディスクブレーキのベンチレーテッド、リアはドラムのブレーキがついております。はい、エンジンはね、先ほども言ったように4気筒のエンジンを積んでおります。ツインカム16バルブって書いてありますね。4気筒ツインカム16バルブのターボエンジンというね、非常に。次はトランクなんですが、トランクを開ける操作ですね、なんとリモコンでできるようになっておりまして、リモコンのアンロックを長押しすると、こんな風に開くという風になっております。そしてジャンと開けると、今オープン状態にしてあるので、ほとんどこの屋根でね、トランクが塞がっちゃってます。一応ここですね、ここはそのオープン状態にしても荷物を置くことができるということなので、まあ小さなバッグぐらいかな、コンビニで買ったお弁当ぐらいはここに置けるよと、そんなスペースになってます。屋根をクローズドの状態にするとこんなに中は広いです。ここにねパーテーションがあるんですが、屋根を閉じてるときはこれはいらないということで、これだけのスペースがあります。高さ方向はあんまりないですが、まあまあそれなりに広いと、まああくまで屋根を閉じてるときだけですけどね、この広さがあれば、弊社スタッフのルナちゃんが 1.5 人ぐらいは入るんじゃないかと思います。
ルナちゃん1人半じゃなくて、ルナちゃん2人いけそうだな。訂正します。ルナちゃん2人いけますね、このトランク。はい、車をガレージの中に入れました。引き続きね、各部をチェックしていこうと思います。まずはボディの塗装とかね、へこみ、色あせ、そんなところを改めてチェックしていこうと思いますが、どうでしょうか。走行距離20万キロ、14、5年経ってる車とは思えないぐらいね、綺麗だと思います。ボディのへこみなんかはね、こういう浅い角度で見るとちょっとした小さなへこみもよくわかるんですが、今のところね、小さなエクボも含めボディのへこみは見つけられません。さらによく見たらどっかにあるかもしれないですけどね。それから塗装の状態を見るときは、塗装面に対して直角にというかね、真正面から見ると分かりやすいんですが、色あせとかはね、ほとんど感じられないです。この辺はシルバーっていう色の良さかもしれないですが、エンブレムがね、若干このメッキがね、錆びてるというかね、ちょっとすすけてきてます。こちらのコペンのエンブレムもちょっと古びた感じですが、これはこういうちょっと古びた感じが逆にいいかもしれない。ヘッドライトレンズもほとんど曇りはないです。塗装の傷としては、このミラーにちょっとね、こすってタッチアップした跡があるのと、あと運転席ドアの下の方にね、ちょこちょこっとなんか傷がある、もう取るに足らない傷ですけど、本当にね、ボディの傷としてはこれぐらいしかないんですよね。ただし、今までのボディの話は、このルーフ部分を別にすればっていう話です。ルーフ部分をよく見ますと、この辺ね、色が剥げちゃってます。それから、ちょっとわかりにくいですが、ここにね、へこみがあります。それからあっちの方にも塗装が剥がれてタッチアップした跡があります。ですから屋根についてはね、塗装し直すか、ラッピングなんか貼るかね、ルーフを黒にしたらいいんじゃないかなという気もするのでね、その辺考えていこうと思います。それにしてもこの車ですね、一見単純な造形に見えて、よく見ると非常にこだわりがあるというか、凝った造形をしてまして、ここのラインね、ここで折り目があって、ここへこんでるっていうか、一回ね、落ちてるんですよね。こういう、落ちたラインになってまして、しかもこれがですね、このフロントのバンパーの一番下、ここからずーっとこの同じラインがボディに続いてまして、後ろもこうなってて、後ろのバンパーのここまで続いてる。だからこのボディをちょっとへこませてあるこのラインは、ボディの周りをぐるーっと一周してるんですよね。フロントウィンドウなんかもものすごく曲率が高いっていうんですかね。この曲がりが非常にきついフロントウィンドウが使われてて、特に根拠はないですけど、マーさんの中ではフロントウィンドウのこの曲がりが強い車ほど、デザインをこだわってる車なんじゃないかっていう気がして、このコペンもね、非常にグイーンとフロントウィンドウ曲がってますので、デザインに力入れてるんだなという感じがします。ドアミラーは電動格納式ではないんですけど、こんなにね、ずんぐりむっくりとしたエアロ重視というか、見た目重視というか、こういう造形であるにもかかわらず、畳むとね、こんなに極限までコンパクトに折りたたむことができます。この辺はね、某ポルシェの某ボクスターも見習ってほしい。ここに磁石を1個持ってきました。こうやってね、くっつきます。磁石です。この磁石を、フロントフェンダーにつければ、カチンとこうしてね、くっつきます。よいしょと。ボンネットにくっつけると、くっつきません。全くくっつかない。ルーフは、
ルーフもくっつかない。この辺、ここはくっつく。ここはくっつくんだ。はい。そしてリアのトランクフードですね。ここもくっつかないです。ドアはどうかな？ドアはさすがにくっつきますね。当たり前ですね。はい。ということで、この車はですね、前後のフード、それからルーフがアルミでできているということになってます。まあ今だとね、スポーツカーでフードなんかがアルミっていうのは割と珍しくないんですけれども、この年代でね、しかも軽自動車で前後のフードがアルミでできてるっていうのはね、相当贅沢だと思います。次はインテリアをチェックしますが、見やすいように屋根を開けますね。インテリアはこんな感じになってます。まあ、軽自動車なんですけど、新規格ということで、横幅はね、そこまで狭くない、大人2人が乗るのに十分広い室内だと思います。この辺はね、マーさんが前に乗ってたビートと比べるとね、ビートの横幅は本当に狭かったので、それに比べると、まあ、広いっていうか普通っていうかね、普通の横幅がちゃんとあって、大人2人で乗っても、あんまりね、窮屈な思いはせずに済むと、そんな感じになってます。この辺の造形はね、まあ高級感もあり、そしてやっぱりちょっとクラシカルな雰囲気を狙ってるのかなっていう感じですね。ちなみにこのダッシュボード上、それからステアリングホイールもね、なんかもう新品みたいな感じで全然割れてたりとかね、そういうのがないです。その辺はこの車非常に程度がいいですね。それからですね、このステアリング、なんとですね、テレスコピックと上下に動くチルト、両方ついてます。それから、まあ、助手席のエアバッグもついてますし、その辺は古い車とはいえね、ちゃんと最低限の安全装備もついてると。まあ、その反面ね、こうして灰皿があったりするところは、もう今となっては古いなっていうね、時代を感じさせるような気がしますね。時代を感じさせるといえば、このシフトなんですけど、ゲート式シフトっていうんですかね。こういう風になってまして、こうすると、マニュアルシフトができる4速オートマです。マニュアルシフトにすると、ここに表示が出ます。ですけど、このゲート式シフトっていうのも今となってはどうなんでしょう。ちょっと古臭いのかな。でもまあ、十分ね、かっこいいし、高級感もあります。シートの形状はかなりスポーティーで、サイドのサポートがね、大きく張り出してます。それからオープンカーってこの辺のね、シートの後ろなんかにちょっと小物入れがあったりする場合もあるんですが、この車の場合は何もないです。若干残念なポイントとしては、運転席シートのこの辺りはね、やっぱりちょっとへたってます。まあ破れてるわけじゃないし、全然ね、我慢できる許容範囲内ですけど、まあへたっていることはへたってます。それからね、このシートベルトが助手席もそうなんですけど、引っ張り出すのが非常にきつくなってまして、なおかつね、シュルシュルっと戻っていかないと、こんな感じになっちゃってます。このシートベルトはちょっとね、機械を見つけて修理したいですね。次はエンジンを見てみますが、ボンネットを開けるレバーですね。なんとこのグローブボックスの中にあります。ちなみにトランクを開けるボタンや、あと給油口ですね。これを開けるレバーも、この先端コンソールの物入れの中にありまして、ここに鍵がついてる。グローブボックスにも鍵がついてまして、要するにですね、オープンにした状態でしばらく駐車しておくことが、まあ、できるようにっていう、そういう気配りですね。エンジンはこんな感じになってます。このね、ピカピカに磨き上げられてるエンジンカバーはね、ちょっといろいろ惑わされるので、とりあえずこれをね、ちょっと外そうと思います。
はい。やっぱりエンジンのカバー外すと印象がガラッと変わってね、当たり前ですけど、年式相応、走行距離相応の感じのエンジンになります。1、2、3、4と4つイグニッションコイルがある4気筒。そしてこの辺がターボの、これインタークーラーがね、前の方についてて、インタークーラーにつながるパイプ。ですから4気筒ターボエンジンということがね、よくわかりますね。エンジンのカムチェーン側を見てます。このエンジンはカムチェーンですね。タイミングベルトではなくてチェーンです。ここにね、一つタンクがありまして、これがどうもパワーステフルードのタンクみたいですね。この車は油圧のパワーステがついてます。この車よりずっと古いマーさんが乗ってたアルトワークス、あれでも電動パワーステだったし、ビートも電動パワーステだったんですが、これは油圧パワーステっていうことで、これはね、嬉しいですよね。油圧パワーステの方がやっぱフィーリングがいいので、嬉しいポイントだと思います。ただこの油圧パワーステがついてるおかげで、この辺のベルトがですね、3本あります。オルタネーター用、パワーステ用、それからエアコン用と独立したベルトがついてまして、なんとベルトが3本あるということです。それからちょっと見にくいですが、ここですね。カムカバーのつなぎ目のところに液体パッキンがビヨンとはみ出してまして、ですからこれを見るとカムカバー1回外してるなっていうのがわかるんですが、でもこれ20万キロ超えてるエンジンなんで、そりゃカムカバーも外してるでしょうよっていう感じなんですけど、一応こういうね、液体パッキンなんかを見ることで、分解歴がわかると。分解歴という意味ではですね、この下のここ、ヘッドとシリンダーのつなぎ目なんですが、ここにヘッドガスケットがあって、ヘッドガスケットが一部ね、はみ出してる、そういう形状になってます。そしてね、見たところこのはみ出してるヘッドガスケットが結構新しいような気がするんですよね。ですからヘッドも一回外してヘッドガスケット交換とか、あるいはそれ以上のオーバーホールが何かしてあるエンジンなのかもしれません。20万キロっていう走行距離を考えれば、それぐらいしてあっても不思議ではない。もしそういうことが一通りやってあるエンジンだとすれば、ラッキーだなっていうことになりますね。エンジンオイルは納車前に交換済みっていうことになってるんですが、ちょっと見てみますと、よいしょ。確かに新しそうですね。量はちょっと若干多めかな。こんなもんですかね。バッテリーはここに、令和1年の7月に交換した走行距離20万2000キロで交換したというふうに書いてあります。ですからこれも割と新しいバッテリーでラッキーという感じですが、でもね、このバッテリーは別に充電制御車とかアイドリングストップ車対応バッテリーとかじゃなくていいわけなので、新品に交換したとしてもね、3000とか4000とかそれぐらいのバッテリーですね。トランクの底板をめくり上げますと、下はこういう風になってます。こちらが油圧ポンプで、このルーフは電動ポンプで作り出した油圧で動く油圧駆動ということですね。そしてそのコントロールユニットがここにあります。そして真ん中にあるのがこれパンク修理キットですね。エアーを入れるポンプなんかが入ってますが、この車はスペアタイヤが搭載されてなくて、パンク修理キットで直すと。そしてその奥見にくいですけど、工具とジャッキも入ってます。そしてですね、この辺の下の鉄板を見るとちょっと赤くなってるんですが、この車はどうしてもこのトランクに雨漏りがするものだそうで、どの車も多かれ少なかれですね、トランクが錆びてるそうです。ですからこの車もこうしてちょっと赤くなってるんですが、でもそんなにひどい錆びではないので、ひどいやつはもっとひどいそうですから、この辺も程度が良かったという感じですね。ジャッキと工具とパンク修理キット、こんな感じで、工具はね、工具って言ってもこのレンチとジャッキを上げ下げするこれしかついてないです。それからエアポンプは結構立派なものがついてるような気がします。裏を見るとちゃんとダイハツ工業と書いてあります。そして、パンク修理剤ですが、当たり前ですけど、
使用期限切れてますね。2005年までしか使えないよっていう風になってます。さすがにこれをね、そんな使用期限確認して交換する人っていうのもあんまりいないと思いますけどね。はい、下回りなんですけど、一目見てね、あまりにも綺麗なんで、ちょっとびっくらこいて度肝抜かれました。すごく綺麗。まあ、綺麗って言っても、シャシーブラックをね、かけてある。シャシーブラックのせいで黒光りして綺麗に見えるということはあるんですが、ただそうは言ってもね、シャシーブラック、この辺とかは、シャシーブラックついてなくて、このオイルパンはシャシーブラックで黒光り新品みたいに綺麗になってるんで、どういうことかな。シャシーブラック塗るにも気を使って塗ったのか、どういうことなんでしょうね。そして、まあ、シャシーブラック塗っても元々が汚いままだったり錆びてたりすると、こうもここまで綺麗には塗れないと思うので、エンジン側のオイルパンなんか一瞬ね、オイルでベトベトで光って見えるのかと思ったら、全くオイルはなくて、この塗装のツヤでね、こんなピカピカテラテラしてるというね、シャシーブラックにしても結構っていうか相当丁寧に塗ってあるシャシーブラックですね。びっくりしました。エンジンのあたりですね。こういう激安の多装甲車っていうのは、オイル漏れしてて当たり前。オイル漏れ一箇所もないなんてありえないんですが、今のところどこを探してもですね、オイル漏れが一箇所たりともないですね。すべてのパーツが乾いてます。やっぱりこの車は結構当たりだったんじゃないかな。エンジンも最近なんかやってあるんだと思うんですけどね。どうなんでしょうね。ボディの下回りどこを見ても、ぶつけた跡とかね、へこみとかね、そういうのは見当たらないです。ボディ補強の X 字型のね、こういう補強が入ってます。ホイールを外しました。ここもシャシーブラックで、ちょっとね、あんまりシャシーブラック塗ってあると気に入らないんですが、でもまあこんなもんならいいかな。特に、うわ、なんじゃこれっていうようなびっくりするものは出てこないですね。乗った感じすごい足が硬いので、社外品に変えてあるんじゃないかと思ったんですが、そんなことはない、ノーマルの足みたいです。乗り心地の硬さはまあタイヤのせいもあるのか、そもそもまあ軽自動車でね15インチですからね、FF の故障ポイントの定番のドライブシャフトのブーツも全然なんともない状態です。タイロッドエンドブーツなんかもシャシブラックかかっちゃってますが、破れたりとかはないですね。ブレーキホースも見るからに古いっていう感じはしないです。これミッションマウントなんですけど、やっぱり下へ下がりきっちゃってますね。ミッションマウントはもう完全に寿命を迎えてますね。おそらくエンジンマウントも一緒でしょうから、その辺は交換が必要ですね。左右に動かす。上下に動かす。全体を引っ張り出してみる。押し込んでみる。一切ガタつきがないです。ですからボールジョイントとかタイロッドエンドのジョイントとか、その辺もね健全な状態という感じですね。ドライブシャフトのガタつきもまあないですね。ブレーキパッドは十分に残量あります。ブレーキディスクの耳がねそんなに出てないので、ブレーキディスク1回変えてあるのか、それとも20万キロであっても高速道路とかばっかりでブレーキをあんまり使ってないのかっていう感じですね。ドライブシャフトのナットはまあ少なくとも最近外したような形跡はないですね。スタビライザーのゴムなんかを見るとやっぱり相当ボロボロになってますから、まあ多分他のサスペンション類のゴムブッシュなんかも同じような状態で、この辺ねやっぱりエンジンマウント、ミッションマウント、
この辺のブッシュ、ゴム関係は、全部ね、そのうち機械を見て変えた方が良さそうですね。タイヤなんですが、このタイヤの銘柄はなんとケンダですね。ケンダのタイヤがついてまして、製造年月日はこちらかな。2018年の一周っていうことですかね。ですからまあ十分新しいタイヤ。実際ね、山もたくさんあります。ですからまあこのタイヤは全然まだ問題ないと。ただまあケンダのタイヤってどうなのっていうね、そういう気がしないでもないですけどね。リアのタイヤは難関がついてます。まあ別に難関が悪いというわけではないですが、フロントもリアもあんまり高いタイヤは入ってないという感じかな。製造年月日はリアは14年の50種っていうことかな。そうするとリアはちょっと古い。山もね、ほとんどもうないです。ですからやっぱりまあちょっとタイヤ4輪変えたい気もしますね。リアの足回りも特に言うべきことがないというか、まあサスペンション形式とかね、車の、そういう面でも特に何の変哲もないし、この車の程度っていう意味でもね、めっちゃ錆びてるとか歪んでるとかそういうこともなくて、特に言うことがない。それはとても良いことっていう感じですかね。まあちょっとよくわかんないのはこのバーですね。この丸いバー、これ何なんだろうなってちょっと思うんですが、まさかこれでスタビの役割をするってこともないと思うんですけど、ショックアブソーバーはやっぱりノーマルですね。もうだいぶ抜けてると思うからこの辺も変えたいといえば変えたい。そしてこの2本出しのマフラー、なかなかかっこいいですね。1箇所サビを見つけました。あの辺、よいしょ。ここにちょっとサビがありますね。まあ今のマーさんに言わせればサビに入らないぐらいのもんですけど、一応ちょっとこすってシャシーブラック塗っとくとかね、なんかした方がいいかもしれません。あとですね、この辺トランクの下回りもシャシーブラックで分かりにくくはなってますが、サビは出てるみたいですね。そんなに深刻なものではないとは思いますが。はい、ということで一通りコペンをチェックしてみましたが、まあ、非常に程度のいいね、当たりの中古車だったと言っていいんじゃないかと思います。こんなに程度のいい車がなんでそんな日本一安い値段で売ってたかといえば、1にも2にも走行距離が多いっていうことなんだろうと思います。マーさんはね、中古車買うとき走行距離ってあんまり気にしないんですよね。ボクスターも10万キロ優に超えてる車買いましたし、走行距離が多くて唯一悪いのは、次に売るとき、その走行距離のせいで買い叩かれるっていうのが唯一の、欠点で、それ以外はね、走行距離が多いから車が悪い車だっていうことはないと、マーさんは思ってます。中古車買うとき一番重要なのはその一台一台違うコンディション、程度ですね。程度がいいか悪いかっていうことがすごく大事なんですが、走行距離が多いから程度が悪いっていうことではないので、もちろん関連はありますけど、必ずしも走行距離が多いと程度が絶対悪いってことではないので、マーさんは走行距離が多くても、まあそこは気にしないということです。最も、この車がね、走行距離は多いけど、程度はいいって確信して買ったわけじゃなくて、マーさんいつもそうなんですけど、10万とか20万、この車は30万でしたけど、当たるも八卦当たらぬも八卦でね、買ってみて程度が悪かったとしても、別にいいやと、程度が悪けりゃ直す楽しみがあるからいいやぐらいのね、それぐらいの感じで買ってるんですが、そういう気持ちで買ってると意外と当たりの車に出会うっていうことなのかな。今までこの YouTube で紹介した車でもね、あんまりね、これは外れだっていうのはあんまりなかった。ミラーウォークする版は外れってことになるのかもしれないですけどね。はい。そんな感じです。ということでね、今回の動画はここまでです。今回もマーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。本日はご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。次の動画もぜひご覧ください。